皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ラグビーワールドカップです。今、ラグビーワールドカップの大会が行われているわけですが、日本ではラグビーというものはあまりメジャーなスポーツではありません。ですから、ラグビーのワールドカップが行われるその前というのは、果たしてこの大会盛り上がることができるんだろうかという、いわゆる不安の方が大きかったわけです。しかし、蓋を開けてみれば、ラグビーのワールドカップ、その日本代表が非常に好調に試合を進めており、これまで勝ち点を重ねてきています。こうしたこともあって、ラグビーワールドカップは日本戦だけではなく、その他日本のいない試合においても非常に視聴率がいいということが伝えられており、その盛り上がりというのは非常に大きいものがあります。そして、この大会の運営に関して、世界から日本が称賛されているといったことが分かってきました。この小気味いいニュースについて、まずは皆さんもぜひともお聞きください。アジア初のワールドカップは比類ない大会に、各国の選手、スタッフが驚く日本の活躍と艦隊。ワールドカップ日本大会2日目の9月21日、1次リーグ C 組でアルゼンチンを23対21で振り切ったフランスのヨアン・ユジェは、終了の笛と同時に東京スタジアムのピッチにひざまずき、勝利の余韻に浸った時、特別な感じがした。観衆が歓呼している。ラグビーが祭りのように盛り上がっていて、これには驚いた。日本が優勝候補のアイルランドを破るという番狂わせは、地元だけでなく、世界中の関心を数倍高めている。熱狂ぶりはスタジアムに限らない。開幕以来、ずっと続く日本人の温かい歓迎と好意は、選手だけでなくスタッフも感じている。東大阪市の花園ラグビー場で試合をしたイタリアのコナー・オシェイ監督は、来てくれてありがとうというムードを感じる。街でもホテルでも人々が何でもやってくれ。こんなワールドカップやファンは信じられないと驚く。豊田市のトヨタスタジアムで南アフリカとナミビアの選手が試合終了後に整列してお辞儀をしたのを例に挙げ、選手たちが試合終了と同時に観衆の方に向かう光景には心が和むという。ニュージーランドのスティーブ・ハンセン監督は、日本がアイルランドに勝ったことだけでなく、その後の観衆にも驚いたという。終了が30分経っても帰らず、勝利を祝い続けるなんてすごい。日本の前ヘッドコーチで、イングランド監督のエディ・ジョーンズ氏は、札幌市でのトンガ戦勝利後、地元民を褒めちぎった。この歴史的なワールドカップは特別な感じがするし、日本には本当に感謝している。ワールドラグビーのビル・ボーモント会長は、開幕にあたって声明を発表し、日本が南アフリカを破った前回イングランド大会の快挙の6年も前に、ワールドカップの日本開催を決めたことは大胆な決定だったと認める一方、本大会は日本だけでなく、最も人口が多く、若いアジア地域のラグビーの将来性を示すものとなったのは明らかと称えた。キャンプ地で地元との交流は試合が始まってからも続く。例えば、長崎県島原市をベースにしているトンガは、イングランドとアルゼンチンに連敗した後だが、子供たちにラグビーをコーチしたりしている。大会に参加している選手たちが心から楽しんでいる様子について AFP 通信はこのように伝えています。お辞儀にロッカーの掃除、選手も日本式で楽しむラグビーワールドカップ。開催中のラグビーワールドカップ日本大会では、選手たちが試合後に観客席に向かって深くお辞儀をしたり、浴衣姿でチームバスから降りてきたりするなど、すっかりメイドインジャパンに染まって大会を楽しんでいる様子が伺える。本大会では友好の印として、ニュージーランドをはじめ、イングランドやウェールズが、試合後にサポーターに向かって深くお辞儀をする日本式の挨拶を行っている。オールブラックスの選手は日本の皆さんに対するリスペクトとサポートへのお礼の意味でやっていると語った。一方、イングランドのルーリー・マコロンキーはお辞儀に加えて日本のサッカー選手を見習って試合後にロッカールームをきれいにしているといい、日本のチームがロッカールームをきれいにしているのを知っている。僕らもそれを手本にしていくつもりだと明かした。日本のファンはウェールズの公開練習に1万5千人が詰めかけたほか、台風の影響で恐ろしい悪天候に見舞われた
イタリア対ナミビア戦でもスタジアムを満杯にした。さらに日本側からも他国の文化に敬意を表し、参加国のレプリカジャージを着たり、国歌を大合唱したりしている。中でもオールブラックスが来日した際に、日本の子供たちがニュージーランドの先住民マオリの民族舞踊、パカで選手たちを歓迎する映像は、瞬く間に大評判となった。南アフリカを率いるラシー・エラスムスヘッドコーチは、このような光景は他で見たことがない。開催国の方たちが参加国のジャージを着たり、スプリングボックスのバッジをつけたりするなんてと驚いていた。サモアの首相クリス・ブイも、選手たちは日本が大好きになっている。愛らしいファンと日本の人たちは本当に素晴らしいよと語った。プラスチック製の日本と別の形で日本文化を楽しんでいるチームもいる。カナダの選手が浴衣と鉢巻き姿でチームバスから降りてきた動画はソーシャルメディア上で大きな話題を呼んだ。また、日本代表のリーチマイケル首相は日本の礼儀の延長として初戦で戦ったロシアの選手にプラスチック製の日本刀をプレゼントした。日本文化の雰囲気は試合会場でも味わうことができる。選手入場時には和太鼓や柏木が鳴らされ、キックオフでは歌舞伎や能の掛け声が使用されたり、ハーフタイムや試合終了時にもドラの大きな音が鳴らされたりしている。こういった大きな大会においては、果たして経済効果はどれくらいあったんだろうか。いわゆる大会費用とその招致にかかった金額などを比較して、マイナスだったのかな、プラスになったのかなといったような話をすることが多いわけですが、今大会に関しては、まさにそうした問題をとりあえず横に置いといて、選手の皆さんがこの大会を非常に喜んで、そして試合を楽しんでやっているということが伝わってくるニュースになっています。大会の公式ページでこのように、日本のファンの皆さんが選手を温かく迎え入れ、そして試合を注目し、そして大いに盛り上げているということを記事にしてくれているというのは非常に私たち日本人としても嬉しいことです。試合後に選手の皆さんが観客に向かってお辞儀をする、その行為が様々なチームに伝染しているというのも面白い現象です。そもそも自分たちの習慣としてお辞儀をするという慣習がないわけですから、そのような行為をしなければならないというような義務感は全くないわけです。あくまでも試合が終われば、ファンのみんなにありがとうということはあっても、頭を下げる必要など全くないからです。しかしこの日本での大会が非常に心地よく、そして日本チームの行いというものが、これはとても素晴らしいものだなという称える気持ちがあったからこそ、自分たちの習慣にないお辞儀というものを取り上げ、そして自分たちがそれを実践するという行為に及んだというわけです。これはとても日本人として嬉しい出来事です。日本ではラグビーはメジャーなスポーツではないために、ルールがわからないという声をインターネット上では見かけるのですが、とにかく試合を見て、これはもう気迫いっぱいの男たちが戦っているんだな、というそのぐらいの気持ちで試合を見て楽しむだけでもいいんじゃないかなと私は思っています。特に体がぶつかり合うプレーというものが日常茶飯事のラグビーにおいては、いわゆる痛がっている振りといったようなものはほとんど存在しません。もう完全に血が出ているにもかかわらず、もう気合の声を上げて、もう男たちがぶつかり合っている本当に熱戦が繰り広げられているわけです。その迫力ある試合を見ていれば、ラグビーっていうのは面白いんだな。じゃあルールはどうなるんだろうっていう具合にして、後からルールを知ったとしても、それは全く悪いことではないと私は思います。今後のことを言えば、日本チームがどこまで勝てるのかなというのは興味があるのですが、たとえ日本が負けたとしても、ラグビーワールドカップのその世界の頂点を決める戦いというものは、やはりどこの国とどこの国が戦おうとも凄まじい決戦なわけで、上位陣の戦いというものは見どころ満点になることは間違いありません。まだこの大会の試合を見たことがないという人は、ぜひとも日本代表の試合からでもいいので、まずは見てください。ラグビーはルールがわからなくても、少なくても、どっちが勝ってるのかなと、その雰囲気を見るだけでも、まずは楽しむことができると私は思います。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。またチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしてまた見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でもまたお会いしましょう。またね。